何よ、私があんたの年には3人目を産んでたわよ。若いうちに産んでおいた方がいいわよ。期末テスト全部90点以上じゃない。なんでカンニングしたでしょ。はあ、これ、あれですね。それでは行きましょう。よろしくお願いします。本日はこちらの禁忌を犯した少女、リンネ、やっていきたいと思います。これは以前プレイした禁忌を犯した少女、あなた、そちらの続編ということになるようです。この画面に出ている2人も見覚えがありますね。ということで行きましょう。本作には人権を否定する発言、男尊女卑の表現が含まれますが、実在する人間から発せられた言葉です。どうかご理解ください。実際に存在する少女の名前が出てきます。現実世界で苦しんでいる人がたくさんいらっしゃるので、実況配信をされる場合はくれぐれもご注意ください。はい。心に留めてやらせていただきます。赤ちゃん生まれる前、空から親のことを見ているらしい。あの親の元へ生まれたい。あの家族のところへ行けば幸せになりそうだ。そんな言葉を交わしながら、だとしたら私の目はどうかしてた。この国の日の出は遅い。朝起きてカーテンを開けても外は暗く、遠くで街の明かりがキラキラしているのが見える。今日から新しい子の担当になったのよね。準備しなきゃ。ここは囚人がすべて子供という世界に一つしかない刑務所。私はここでカウンセリングのようなものをしている。なんでまだ子供なのに刑務所に入れるのかって？ひどいじゃないかって？だって、彼女たちは前世の記憶をすべて覚えてるから。見た目が子供でも中身が大人。そんな子が復讐で罪を犯したら怖いでしょう。あなたは今からカウンセラーです。囚人の話を聞き、行動目標をクリアしていきましょう。話すのを嫌がる場合、彼女たちの心の奥底まで入り込み、真実を聞くことができます。で、ここで、この二人を選ぶってこと？会話をする相手を選択してください。囚人番号7と8。7が右で、8が左。これはですね、前作の、アナザーの方で出てきた二人なんですけれども、もしまだそちらをご覧になってない方は、ぜひもう素晴らしい作品になってますのでご覧いただきたいと思うんですが、これ、右が7ですよね。7の方がどっちかっていうと、親を憎んでる感じでしたよね。で、8は逆で、親を、それでも憎めないっていう風だったと思います。7からいきます。囚人番号7。言葉遣いが荒く気が強い。また嘘をついてもなぜか気づかれてしまう。カウンセリングを開始します。おっせえよ。ごめんなさい、遅くなっちゃって。今日から担当する一ノ瀬です。よろしくね。行動目標、囚人の警戒を解く。さてと、まずはあなたのお名前を教えてくれるかな？答えてくれないね。なんでわざわざ言わなきゃならねえんだ。私はこの名前が大嫌いなんだ。私は彼女のリストに書いてある実名を確認する。いい反応するじゃねえか。正直だな、あんた。笑っちまうだろ。こんな名前。自分の子供につけるもんじゃねえよな。嘘でしょ。出生届に出すときに周りの人は誰も止めなかったの？気を使って嘘をつく、正直に言う。向こうがね、心を閉ざしてるときにこっちも心を閉ざしたらダメだよな。正直に行きましょうか。いや、変わった名前だなと思ったよ。ここは変に気を使うより正直に素直に言ってしまおう。やっぱり変な名前って思ってるな。いいよ、そういう反応にはもう慣れてるから。この名前のおかげで小学校では散々いじめられたよ。年齢が上がっていくにつれて気にする奴は少なくなっていったけど。きっとご両親も何か考えがあって。違うよ。
母親が私を妊娠した時、頭がお花畑になってこの名前に決めたらしいよ。私がずっと赤ん坊でいるわけがない。いずれ社会人になってその名前を背負って仕事をして、結婚して名字が変わっても名前が変わらない。そこまで考えずにアクセサリーやお気に入りのおもちゃにつけるように名前をつけたんだってさ。自分の子供にそんな軽い気持ちで名前をつけてもいいの？ごめんなさい、そんなことがあったなんて知らなかったとはいえ、嫌な思いをさせちゃったね。おいおい、そんな顔すんなって、もう昔のことだし、あと数年したら改名もできるし。ありがとな。私の名前でそんなに悲しそうにしてくれたの、あんたが初めてだよ。あ、少し表情が穏やかになったかも。リストにはすぐ起こる、刺激しないよう注意って書いてあったけど、そんなに根っからの悪い子ではなさそう。おー、行動目標達成や。彼女の犯行はリストに書いてあるし、わざわざ本人に聞く必要もない。ただどうしてこんなことをしたのか。犯行動機を調べる。もう少し深く掘り下げたいな。何か話題はないかな。用紙を見る。机の上の紙を見る。どっちからがいいのかな。用紙を見ると見た目からどうこうってことだよね。ちょっと用紙から行きましょうか。あなたも髪の毛、ツヤツヤして綺麗ね。この前、ブリーチしたら私ガサガサになっちゃって。ああ、これか。これは、あいつが、あの日相当機嫌悪くてさ、髪の毛掴んできてハサミでザクザクってやられたんだ。自分の中で唯一好きなのがこの髪の毛なんだ。だから少しでも綺麗に保ちたいからカラーもブリーチもしなかった。あ、また申し訳なさそうな顔してるな。ひどい顔になってるぞ。へへ。いいんだよ。髪の毛はまた伸ばせばいいし。それにここの施設のシャンプーとトリートメント、いいやつ置いてあるよな。個室のお風呂にはそんな特別なものは置いてないと思うけど。あれ？そういえば私のシャンプーとトリートメントの減りが最近早いよな。おい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 、どういうことだ？あんたが使ってるメーカーいいよな。香りもいいし気に入ったぜ。あれ結構高いのよ。まあ、いっか。他の子には内緒ね。ああ。よし、このまま他の話題に行くわよ。あれ？これはデザイン画？あなたが描いたの？あんたが来るまで暇だったから。すっごい上手じゃない。びっくりしちゃった。いやー、これはね、前回のアナザーをやってるからこそちょっとわかるんですよ。ね、この絵を描いてるっていうのが。どうしたの？何か気に障ることでも言ったかな？いや、そうやって大人に褒められる経験があんまりなかったから。こういう時どんな反応すればいいのかわかんねえんだ。ああ、そうか。この子の両親は褒められるようないいことをしても、他の人よりよくできたところがあっても、まっすぐにこの子を見ないで、一度も自分の子供を褒めたことがなかったんだ。なあ。私はどんなに努力してもどんなに望んでも、一番認めてほしい人、父親と母親に気にもされない。それどころか、頭がおかしくなった？だとか気持ち悪いって言われるんだ。ねえ、学校の進路なんだけどさ、私ファッションデザイナーになりたいんだ。公立じゃないからお金かかるんだけど、この学校に行きたいんだ。学位は社会人になったら働いて返すからダメかな。はぁ？何言ってんの？あんたがそんなのになれるわけないじゃない。はは。よく考えてみなさいよ。バカじゃないの？あんたなんかには絶対無理。そっか。やっぱり私なんかには無理なんだ。自分の親がそう言うんだもん。私は憧れの職業に就けないつまらない人間なんだ。どうして？本当に？私は叶えない夢を願うバカなのかな。ねえ、ここは公立だし、家政科があるんだ。ここだったらいい？お金もかからないよ。なんで普通科にしないのよ。しかも、偏差値が低いじゃない。こんなところ、ヤンキーしかいないわよ。あんたヤンキーに勝てんの？やめときなさい。どうしてあんたは人と違う道を進もうとするの？頭おかしいんじゃないの？違う。
私はおかしくない。自分でも相手が間違ってるのは分かってるけど、そう、私はおかしくない。実際そう言われるとそうなんじゃないかって思っちゃうんだ。違う。けど、あいつらに言われると思考が狂う。助けて。落ち着いて、大丈夫よ。私はあなたのことおかしいだなんてこれっぽっちも思ってない。助けて。うん、大丈夫。今助けるからね。じっとしてて。場所が変わった。ああ、ごめんね、ここまで入ってきちゃって。私、何度も生まれて死んで生まれて死んで生まれて死んで、いつかお父さんとお母さんに認めてもらえるように、たくさんいろいろ頑張ったの。そうだね。全部無理して話してくれてなくて、大丈夫。一緒にこれから見に行こう。怖いよ。私はこれからどんなことを見ても決してあなたを否定しない。全部受け止める。何も指摘しない。ただ見せてほしいの。だからお願い。あなたの中に入ってもいい？いいよ。ありがとう。じゃあ一緒に行こうか。方向キーで前に進んでください。あ、こうやって進むんだ。あ、ねえ、そろそろ子供を作ろうと思わない？早く孫の顔見せてよ。お母さん、こればっかりは授かり物なので。何よ、私があんたの年には3人目を産んでたわよ。若いうちに産んでおいた方がいいわよ。これ、私、お空から見てたよ。かわいそうな人だなって思ってた。これお母さんね。それで、性別は分かったのか？まだ分からないって。男の子だったら早くて4ヶ月で分かるんだけど、もしかしたら女の子かもしれない。はぁ？また女かよ。うちの家系女ばっかりだから男が欲しかったのに。そんなこと言わないでよ。元気に生まれてきてくれればそれでいいじゃない。男を産めねえなんてお前マジ使えねえな。その赤ん坊を可愛がる自信がねえわ。パパとママ、喧嘩してる。私のせい。私が女の子だから。いやーもうこれはね、男女なんて関係ないですよ。おめでとうございます。元気な双子の女の子ですよ。お母さん頑張りましたね。はい、抱っこしてあげてくださいね。いえ、疲れたので少し休ませてください。ではお父さん、抱っこしてあげてください。とっても可愛いですね。いや、結構です。本当はね、お母さんのお腹にいる時から自分たちは愛されてないって分かってたんだよ。外の世界から聞こえてくる大人たちの声、耳を塞いでも聞こえてくるひどい言葉。お父さんとはね、今まで手を繋いだり、抱きしめてもらったこととか全然なかった。楽しい顔をした覚えがないの。赤ちゃんになった時も一回も抱っこしてくれなかったってお母さんが言ってたよ。ひどいなぁ。ねえお母さん、私もスカート履きたい。ピンクのお洋服着る。ダメ。あんた男の子なんだから。違うよ。私女の子だもん。痛い。やめてよお母さん。その、私っていうのもやめて。やめてって言ってるでしょ。はぁ。まったくバカみたいに石頭ね。母さんの手が痛くなったじゃない。謝りなさいよ。ごめんなさい。ねえ、あなたが同じ思いしたらどう感じる？自分の価値がわからない。私って何なんだろう。もう嫌な思いをしたくない。傷つきたくない。だから、すべてを拒絶した。それが最初の防衛方法だった。それから好意を向けられそうになったり、優しくされそうになっても、私はすべてを拒絶した。それは本能だったと思う。また嫌な思いをしたらどうしよう。また怒られるかもしれない。殴られるかもしれない。自分を守るため、外部からすべての感情を捨てた。ダメ。あんたは男の子なんだから。あなたのために言ってるなよ。うるさいな。どうして私だけこんなに苦しまなきゃいけないの？なんで私を産んだの？どうしてこの両親のもとに生まれてしまったの？なんで？どうして？そうか。そういうこと？こうすればいいんだね。じゃあまた女の子で生まれてあげる。何度も何度も何度も何度でもあんたたちのもとへ。私も苦しむから、お父さんとお母さんも苦しみなよ。
私たち、誰が一番耐えられるのか、競争しようよ。はぁ、行動目標達成。両親を困らせること、それが彼女の目的だったようだ。母親が言うには、成績優秀、特に目立つ行動もせず、おとなしい息子じゃないんだけどな。だったという。ある日突然言葉遣いが荒くなり、別人のようになってしまったと。大切に厳しく育てた我が子が壊れてしまった。両親は精神的ダメージを受け、手に負えないから入所させてくれと、彼女たちを連れてきたのだ。私はな、ずーっとこの時を待ってたんだ。許そうと思った時もあった。でも人として、親としてあいつらは罰を受けるべきだと思ったんだ。だから、大切にしてその後、壊してやったんだ。ここにいる子供たちは、親からの暴力、人権差別、ネグレクトで入所してくることがほとんどだ。そして子供たちは前世の記憶を覚えているため、中には彼女のような企みを心に抱えている子もいる。私たちはそんな子供たちを親から守るために、この施設を作った。表向きは刑務所。そうすると親たちは喜んで自分の子供をここへ入れたがる。でも中身は学生寮がある学校とさほど変わらない。赤ちゃん生まれる前、空から親のことを見ているらしい。あの親の元へ生まれたい。あの家族のところへ行ければ幸せになれそうだ。そんな言葉を交わしながら。きっとみんな自分が幸せになれる家族を選ぶでしょう。親に復讐するために何度も生まれ変わるのは罪。いいえ、そんなことはない。私も輪廻を繰り返してるからよくわかるもの。カウンセリングシーク。15歳。カウンセリングリザルト。結果を見ると、worthless なんて書いてあるんだろうな。worthless terposten syndrome。あ、書いてあるわ。インポスター症候群。worthless imposter syndrome か。失敗や批判を恐れチャレンジしない。自信が持てず自分を過小評価する。克服に向けてのこれからのプログラム。現在に集中して未来を心配しすぎない。自分にも他人にも完璧を求めない。褒められたら否定せず受け止める。以上のことを本人が意識できるように心がける。囚人7番。カウンセリング終了。はい。はい。では左のね、8番の子に行きたいと思います。あれ？囚人番号7番の行動目標すべて達成後に解放。じゃあまだなのか。さっきは正直に言いましたよね。気を使って嘘をついてみましょうか。そんなことないよ。個性的で今の時代にらしい名前だと思うよ。なんで嘘をついた？そんな。嫌なんだよ。そうやって変に気を使って、いい人のふりして、偽善者ぶって、心の中ではかわいそうだと思ってんだろ。あんたは私の気持ち分かってくれそうな気がしたのに、信じて私がバカだったよ。バッドエンド誰も分かってくれない。はい。ということで、8番ですね。行きましょう。あら、彼女来てないわね。どこに行ったのかしら。ねえねえ、一ノ瀬さん、こっち。あの子こっちにいるよ。8番を見つける。わー、広い部屋だな。多分あいつ、ここら辺の壁際にいるんじゃないかな。いた。これ、見つかっちゃった。行動目標達成。はい。どうしてカウンセリング来なかったの？もう分かったでしょ？私たちの気持ち。実は私たちもともと一人の同じ人間だったの。でもあることが原因で精神が二つに分かれたの。私は善の感情で生きてるの。こっちの黒髪の子は悪の感情。そうだったよね。もう前作のね、アナザーをやった時に、ってなりましたけど。うっせえよ、バカ野郎。あははは。一ノ瀬さん変な顔。びっくりさせちゃったね。ごめんなさいね。信じられない。前世の記憶をすべて覚えてて何回も生まれ変わる子はよく担当するけど、二重人格の子は初めてだわ。それとは少し違うと思う。私たちはお互い共存してるから。
ねえ、退屈だから遊んできていい？はーい、いってらっしゃい。彼女随分と雰囲気が変わったわね。まるで小さな子供みたい。本当の自分の気持ちを聞いてもらってだいぶ気が楽になったみたい。口は悪いけど、世界で一番私のことを理解してくれる、とっても大切なもう一人の私。あの子が辛いことを半分引き受けてくれたから、私たちは生きていけてるの。あら？でもあなたたちって双子って聞いてたんだけど。だって2対1より2対2の方が戦いやすいでしょ？ただでさえ女の子が生まれるのを嫌ってるのに、双子で生まれたらもっとダメージを与えられるでしょ？ごめんなさい。私にはそこまでして親に復讐する気持ちがわからない。理解してくれなくてもいいの。私たちの苦痛をあなたに無理やり押し付けたくないから。この痛みは他人にわかるわけないもの。ねえ、あなた本来ここに来るべきではなかったはずよね。ご両親の聖書を振り切ってきたのでしょ？だってあの子いなくなったら私は私で亡くなってしまうから。ちょっと数日間離れただけで私の髪の毛は色を失ってしまった。このままじゃ私の善の感情がなくなりそうで、怖くて、あの子はいなくなって寂しくて、気づいたら家を飛び出していて、ここの職員さんに保護されてたの。ねえ、一ノ瀬さん。ん？よかったらあなたの幼少期から学生時代のことを聞かせてほしいな。私はいわゆる幸せな普通の家庭っていうのを知らないから、どんな感じなんだろうなって。私は、話すか話さないかか。話す。お父さんもお母さんも優しかったよ。週末はどっかに遊びに連れて行ってくれた。頑張ったらご褒美にプレゼント買ってくれた。おじいちゃんは私に本当に甘くてね、遊びに行くたびに何か買ってくれたの。だからまたおもちゃを買ってほしくて、一人でおじいちゃんの家に行ったことがあったの。これ。これ、あれですね。一作目ですよ、これ。一作目です。いやー、車で行く距離なのに歩いて行って、結局途中で道に迷って、疲れて座り込んで道端で泣いてたな。それからどうしたの？誰も助けに来てくれなかったの？そうだ。私がなかなか家に帰ってこないのを心配して、お父さんが走り回って私のことを見つけてくれたの。きっとおじいちゃんの家に行ってるだろうって。あの時はすごい怒られたよ。心配したんだぞって。お父さんのあんな顔初めて見た。その時思ったの。もうお父さんにあんな顔させたくないって。絶対迷惑かけないようにしようって。でも、あれは高校の夏あたり、私はお父さんと喧嘩した。本当に今思えば些細なことだった。まだ若かった私は自暴自棄になって外に飛び出した。美月、危ない。お父さんは私をかばってトラックに控えて死んだ。私のせいでお父さんは死んだ。思い返したら、私はいつも生意気言ってばかりだった。迷惑もたくさんかけてしまった。本当はいろいろお話ししたかった。でもなんか気恥ずかしくて、こんなことになるならもっと素直になってお話しとけばよかった。もっと甘えておけばよかった。お母さんはそれから私を毎日責め立てた。お前のせいだ。代わりにあんたが惹かれてばよかったんだ。お母さんの言う通りだよ。私がいなくなればよかったんだ。そうだったね。私はお父さんを生き返らせるために自らの体を差し出した。時空の狭間でお父さんを探し出すこと、それが生き返らせる条件だった。でも私は本当のお父さんを見つけ出すことができなかった。そして何年もの月日が流れ、お父さんはまた別の人間としてこの世へ生まれた。私たちの記憶も失ってしまっていた。一ノ瀬さん？お疲れ様です、一ノ瀬さん。同じ名字なのでそれ紛らわしくないですか？そうですよね。名前で呼んだ方がいいですよね。じゃあ、美月さんで。うわー、マジかー。これあれか。一作目は確か、そうだったな。そういう話だったんだけど、
お父さんだもんね、これ右にいるの。で、左にいるのが美月。二人とも親子だってことがもう、いや、美月は分かってるけど、お父さんは分かってないのか。いやー、悲しいな。うわー。どうしました？あ、いえ、ちょっと失礼します。父さん、やだよ。美月って昔みたいに呼んでよ。こんなに近くにいるのに、仕事の同僚として接しなきゃいけないなんて。でもいいの。お父さん幸せそうだし、ここで働いてれば毎日会えるし、次の来世こそ、お父さんとお母さんのところへ絶対に生まれるんだ。そしておじいちゃんになるまでずっと一緒に暮らそうね。ずっと、ずっと。ね。美月、ごめん。はぁ、アナザーエンド。一ノ瀬美月。いや、ちょっと、まさかでしたね。あの美月がここで、救われたのかな？ちょっとわからないけど、出てくるとはちょっと思ってなかったんで。ここですね。さっきここで話したことによって、まさかのここで担当してるカウンセラーは一ノ瀬美月、あの子だったんですけど、今回話さない方で、どちらかというとこの今目の前にいるこの子のことをね、聞かなきゃいけないんで、行きましょう。ダメ、個人情報ですから。それよりお仕事させてね。あなたたちのことをもっと聞かせてほしいの。私の中に入るってこと？そうね。ちょっといやらしい言い方やめようね。あなたの名前もなんというか、個性的な名前ね。これはお母様が？そう、双子だし、かなりからかわれた。でも言いたいやつには言わしておけばいいと思ってそんな気しなかった。すごい大人な考えだね。あなたは特にご両親から可愛がられたみたいだね。話しててもわかる。大人びてるし、理解が早いというか。そうなのかな。私はずっと我慢してた。本当はもっと子供らしくいたかった。話すのが辛いのね。大丈夫。さっき見てたと思うけど、怖くないから。あなたの中見させてもらっていい？ええ、迷わないように気をつけて。じゃあ見ていきましょうか。改めてこんにちは。本当に見ていくの？見てもらってもとても気分のいいものじゃないわよ。今まであなたたちは親だけに縛られていた。第三者に本当の姿を見せてこなかった。私たちの目的はね、こうやってお話をして、これからどう生きていきたいか、将来どんな大人になりたいか、いずれここを出るとき社会人としてしっかり生活できるようにお手伝いをしたいの。人はそれぞれ、これだけは他の人には負けない自信があるっていうものを一つ持ってるの。自分の強みを生かした職業について働いてお金を稼いで生活できたら最高じゃない？まあ、そんなに人生甘くないと思うけど。じゃあ行きましょう。いた。あ、どうしたの？転んじゃった。膝から血が出てる。痛いよ。あ、それどころじゃない感じ？大丈夫。大した怪我じゃないから自分で消毒できるから。両親は自分たちのことでいっぱいいっぱいで私たちのことは後回しだった。機嫌が悪くなると壁を殴って穴を開けたり食器を割ったりいろいろめんどくさいから。その矛先が私たちに向かわないようにずっと顔色を伺いながら生活してたの。お母さんね、今日すっごく嫌なことがあったの。別に教師でもないのに育児に口出ししてきてさ、テレビは一日何時間見せてるのとか、言うことを聞かせたいときはどう言い聞かせてるの？こう言い聞かせるといいわよ。やってみせてあげる。って講習会始めちゃってさ。アドバイスはありがたいけど、お母さんがそれでその人に迷惑かけてるわけじゃないよね。むしろその家の何々くん、お母さんの前ではすごくいい子だけど、学校では悪いことばかりしてるって有名なんだよ。そうなのよ。あと、この前の習い事であなただけクラスが上がったでしょ？そしたらいつも一緒に通ってる子のお母さんが急に怒り出して、後から習い始めたあなたたちに先を越されたのが気に食わないって。それは怒るところがおかしいと思うな。人はそれぞれ得意不得意があるもん。〇〇ちゃんは走るのがとても速いんだよ。今度〇〇ちゃんのお母さんにそのことを伝えれば、きっとこれからもうまくいくと思うな。本当にあなたは賢くていい子ね。それで、
私たちは何度も輪廻を繰り返してきた。母親を経験したこともあったよ。経験者だから自然と話を聞き入れてしまって、今までの出来事を参考にして無意識にアドバイスをしてしまう。子供なのに、親の精神のお世話をしちゃうの。これじゃあどっちが親かわからないよね。はぁ、すごいな。期末テスト全部90点以上じゃない。なんで？カンニングしたでしょ？してないよ。ちゃんと予習と復習して自分で努力した結果だよ。まあ何度も人生を繰り返してるからね。全部覚えてるし、これくらいの点数は取れるよね。何を口答えしないで。子供のくせに。生意気なのよ。いつもあんたばかり。今日は、私はママ友からいじめられるし、なんで母親の私はこんな惨めな思いをしなきゃいけないの？あなたが優秀なはずがない。こんな点数取るなんて頭おかしくなったんでしょ。気持ち悪い。いやー、これもね、確かにあったんだけど、前回、アナザーの方であったんですよ。なんでだろうと思ってたけど、輪廻してたから取れてるんだね。いやー。正直びっくりした。てっきり褒めてくれると思ってたから、自分の子供がテストで高得点取ってきたら怒る親なんているんだね。逆に笑えてきちゃった。いやー。それから母親はどんどん変わっていった。完璧じゃないで怒るようになった。ちょっと、なんなのこの点数。98点じゃない。あと2点どうして取れなかったの？ごめんなさい。痛い。100点取れないなんて0点と一緒なの。どうしてこんなこともできないの？私の子なのに。ありえない。いや、そのセリフそのままそっくりお返しするよ。あなたが親だからでしょ。カエルの子はカエルって言葉知らないのかな？子供が優れてるからって自分が偉いと思ってる？でもこっちはまだ子供、命握られてるから何も反抗できない。まだ我慢しなきゃ。気づいたら私は家族をどうにかしないといけないと思い始めてしまった。いい子を演じて、親の精神的なお世話をして甘えることをせずに、子供らしくいることをやめたの。本当はね、転んだら痛かったねって言ってほしかったの。頑張ったら頑張ったねって頭を撫でてほしかった。でもそれをいくら望んだとしても、無駄なことだって分かってたから。叶うことがないことだって痛いほど分かってたから。そんなことない。あなたに私の人生の何がわかるの？私の人生の何を見てきたの？ほんの一部分でしょ？ごめんなさい。でも苦しくて、この痛みを誰かに分かって欲しくてたまらないの。嫌だ。この苦しみを簡単に理解してほしくない。私に優しくしないで。何も分かってないくせに。誰かの役に立っている時だけ、やっと自分の存在価値を感じるの。ああ、私は生きていていいんだって。カウンセリング結果は Adult Children。昨日、不全家族で育ち、生きづらさを抱えている。家族はさらなる活躍を期待することで、それに過剰に応え続けようとする。克服に向けてのプログラムは自分を悪くないということを理解する。抑圧していた感情に気がつくこと。自分の子供自体を客観的に見つめ直す。以上のことを本人が意識できるように手助けをする。カウンセリング終了。前回テストの点数が確かにいい点数取れてたんですよ。もちろん努力の回もあってなんだけど、輪廻を繰り返してたからっていうのもあったってことなんだね。まだ続くな。助けて。誰か助けてよ。なんでそんなこと言うんだよ。私がいるじゃねえか。いつも自分の気持ちを抑えて頑張ってたあんたも、頑張れなかった私も、私はどっちも自分も好きだよ。あんたが優しくなれたのは親から優しくされなかったから。その裏返しなんだ。完璧な人間なんているわけない。完璧な親もいない。あんな親許さなくていい。許せない自分を許してやれよ。私が全部受け止めてやるから。私幸せになっていいの？ああ、いいんだよ。私。もう一度最初からやり直したい。今度は何も我慢しないで、自分の生きたいように生きるの。
みつき。お帰りなさい。今回は長かったわね。それで復習はできたの？すべて最初からやり直す？やっとわかってくれた。大丈夫。今度はうまくいく。自分を信じて。私？もちろんお父さんの元へ帰れるまで輪廻を繰り返すわよ。もう何十年も経って、どんな理由で帰らなきゃいけないのかも忘れてしまったけど、この日記には楽しい思い出がたくさん詰まってるの。だから絶対に帰らなきゃ。さあ目を閉じて、自分の幸せな人生をイメージするの。今までの嫌なこと、全部頭の中から消してあげる。ほら見えてきた。はい、今日は授業参観ですね。先週宿題に出していた作文を発表してもらいます。誰か読んでもらおうかしら。手を挙げてくれましたね。じゃあお願いします。椅子から立ち上がると教室にいる全員が私を見る。普段は進んで発言をする方ではないけど、この作文はどうしても伝えたかったから。こんにちは、新しい私。私たちはまた一つになって生まれ変わった。大丈夫。いつも一緒だから、私たちなら何度でも乗り換えられるよね。ひどかった。座りを乗り越えて。安定期に入って安心した妊娠生活。その後ストレスで切迫早産になってしまって、無事に生まれるか本当に心配した。この世に生まれてくれてありがとう。敵は周りにたくさんいるけど、ママがあなたを守るからね。お母さんは私の顔を初めて見たとき、可愛いと満面の笑顔で抱っこしてくれた。思わず笑顔になった。生まれたての我が娘。まだ肌が赤くて、まさしく赤ちゃん。でもミルクを飲んだ後のゲップをする顔が本当に私そっくりで、もう一人のは自分を見ているみたい。本当に不思議な感じ。お父さんはまるで別人のように小煩悩になってた。そういえば、お腹の中にいるとき、お父さんはどこか行っていたみたい。どこへ行っていたんだろう。私が入院中、旦那は実家に帰っていたのだけど、ちょうど姪っ子もいたんですって。甘え上手な姪っ子に旦那はメロメロ。それから私のお腹に向かって話しかけるようになったの。本当に単純な人。でも本当によかった。うまくスプーンを使えない。頭では分かっているのにコントロールが効かない。イライラする。ガシャーン。やってしまった。ごめんなさいお母さん。わざとじゃないのよ。どうしてこの子はいつもお皿をひっくり返すの？でもそんな顔されたら怒れないじゃない。そういえば吸盤がついたお皿を売ってたわね。このために作られたんでしょうね。早速買ってこなきゃ。人生最初の人間関係を作る過程がやってきた。これは何回経験しても慣れない。気の合わないこと隣の席にされた日、なんか地獄だ。てっきり楽しみにするかと思ってた幼稚園。娘は神妙な顔で周りを見回していたな。理由を聞いてみたら、お母さん、世界の人口が10人だったら、そのうち2人とは絶対に仲良くなれないの。その子は宇宙人なのですって。どっからそんな知識を得たのかしら。でもいい言葉だと思うから私も参考にしよう。今日は周りの人間関係が良好で安心。念願のパープルランドセルも買ってもらった。最近のランドセルっておしゃれなんだね。これはテンション上がる。早いものでもう小学生になるのね。ランドセル売り場でパープルがいいって聞かなくて、人気の色だから売り切れる前に早めに買っておいてよかったわ。お母さん怒ると怖いです。でもお母さんが作る料理は美味しいです。ダメなものはダメ。でもいいことをしたらもうすぐ褒めてくれます。私はお母さんに褒められたくて勉強頑張ってます。私は絵を描くのが好きで、洋服も好きです。この前絵を見せたらすごく上手だね。将来が楽しみだよと言われました。洋服が好きで、絵も好きな私にぴったりな職業を見つけました。それはファッションデザイナーという仕事です。でも調べたらすごい人ばかりで、私には無理なんじゃないかなと心配になりました。でもお母さんこう言ってくれたんです。とても素敵な夢じゃない。あなたならきっとなれる。諦めないで努力すれば夢は叶うんだよと。私はその言葉を聞いてとても嬉しかったです。お母さんの子供に生まれてよかった。お母さん、私を産んでくれてありがとう。あれ？なんか背後が騒がしいな。はぁ。
母さん。ねえお母さん。今回は我慢しないで容赦なく気持ちをぶつけてきたけど、あなたは全部受け止めてくれたね。そうやってすぐ泣いちゃう理由もすぐわかるよ。でもそんなに泣かれたら、つられそう。でも私は泣かない。私まで泣いたらお母さんは心配するから。私、強くなったでしょ。はあ、ありがとうございました。
ってる。実際に人間が生まれることって本当に大変なんだよ。せっかくお母さんのお腹に来ても元気に生まれてこれずにお空に帰ってしまう子も決して少なくない。だから今、ここに生きているだけであなたは偉いんだ。人は誰でもこれだけは誰にも負けないってものを必ず一つ持ってるの。周りの人間にそれを壊されないように大切に守って自分のことを少しは褒めてあげて。私はあなたを見守ってるから。今はまだ見えないかもしれないけど、ちゃんと見てくれている人はいるからね。生まれてきて無駄な命なんて一つもないんだ。あなたへのこんにちは、新しい私。いやー、ありがとうございました。いやー、このゲームはですね、本当に最初の禁忌を犯した少女という一作目ノベルゲームだったんですけれども、すごく感動する話だったんですね。で、その続編ということでアナザー。これが結構本当に現実的というか重いものだったんですけど、でもこういうことがあるんだっていうのは受け入れなきゃいけないし、そういう部分がどう人生に、そして人間としての感情に影響を与えるのか理解しなきゃいけないと思うんですよね。まさにもうプレイしていてずっとですね、自分としての課題だなって感じる部分もたくさんありました。そして今回やらせていただいた輪廻。前作の最後でですね、輪廻についてちらっと出てくる場面があったんですけど、それを断ち切るためにっていうところで、いやー、本当に素晴らしいゲームでした。この3作を全部通してですね、学ぶことが多かったんじゃないかなと思います。親になることっていうのがいかに大事なことか、同時に難しいことか、そしてそこでどう影響を受けることが子供にあるのか、何度もやり直しが効くようで、実際には効かない部分なんですけれども、でもそれでも過ちがあれば過ちを認めて前に進んでいこうとする、そういう思考でやっていかなきゃいけないなっていうのは本当に思いました。このようなゲームを制作していただいた制作者様、本当にありがとうございました。そして私のようにですね、いろいろ考えさせられる方がこのご視聴いただいた皆様の中にきっといらっしゃると思いますので、一緒にですね、前向きに考えて普段からですね、行動を毎日していければいいかなと思いました。非常に考えさせられる素晴らしい作品でした。ありがとうございました。